皆さんこんにちは、あるいはこんばんは。角とさゆみの天南西北雑談、ホストの角です。はい、こんにちは。常駐ゲストのさゆみです。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、前回はエジプトの光と影、遺跡の凄さとぼったくりの洗礼について話しましたが、今回はもっと平和な話題です。平和一番ということはお待ちかねの食ですね。正解、エジプトグルメ特集です。まず料理の紹介に入る前に、到着して最初の食事が最高だったので、その話をさせてください。お、つかみですね。どこで食べたんですか？カイロにあるアズハル公園の中のグラニータというレストランです。ここがね、テラス席から遠くにサラディン要塞を眺められて景色が絶景なんです。うわー、要塞を見ながらランチ。映画のワンシーンみたいですね。そう、雰囲気最高でした。で、そこで出てきたエジプトの基本セットを紹介しましょう。まず出てくるのがアエーシという丸いパンです。パンですね。まあ、ナンみたいな感じですか？そうですね。インドのナンをもっと丸くして中を空洞のポケット状にした感じです。これがね、裏側に粗挽きの襖がついてて香ばしさがすごいんですよ。なるほど、ポケット状のナン。具材を挟みやすそうですね。まさにそれ。エジプト人はそのポケットにババガーニューシュっていうナスのペーストを挟んだりします。ナスペースト。日本だと焼きナスは生姜醤油ですけど、ペーストにしちゃうんですか？そう、ナスを真っ黒になるまで焼いて中身をニンニクやゴマペーストと混ぜるんです。日本の焼きナスの香ばしさに濃厚なクリーミーさが加わった感じでパンが進みますよ。へー、スモーキーな焼きナスクリーム。それ絶対美味しいやつですね。そのゴマペーストっていうのは？タヒーナですね。これが面白い味なんです。日本のごまどれより酸味が強くてクミンが効いててさっぱりしてます。なんか味の想像つきました。しゃぶしゃぶのごまだれ。あれにお酢やレモンを足してもっとさっぱりさせた感じですか？鋭い。まさにそんな味です。どんな肉料理にも合う万能ソースですよ。あとスープはリサンアルアスフール。直訳するとスズメの舌です。え、スズメの舌？ゲテモノですか？タイの屋台で見た蒸し料理的な？違います違います。仕上げルールでワライグレーをちょっと入れてみようかな。お米の形をしたパスタのスープのことです。形が似てるからそう呼ぶだけ。鶏ガラスープですごく優しい味がしますよ。へえ、名前は怖いですけど、味は癒し系なんですね。でも、ここで日本人が一番ショックを受けるある型の違いについて話さなきゃいけません。え、何ですか？急に真剣な顔して。レストランのお水です。さゆみさん、日本のレストランで水はえ、無料で出てきますよね。飲み放題です。ですよね。でもエジプトではお水は有料です。勝手に出てきませんし、頼んだらミネラルウォーター代を取られます。有料なんですか？まあ、ヨーロッパスタイルですね。そう。あと、紙ナプキンもないことが多いので、トイレ用も兼ねてポケットティッシュは必須ですよ。大切。お水もティッシュも持参ですね。で、水に関しては、バラカというブランドに注意してください。バラカ。有名なブランドですか？超有名なんですが、ミネラル分が多すぎて、日本人が飲むとしょっぱいとか苦いと感じるんです。しょっぱい水。うわ、喉乾いてる時にそれはきついですね。そうなんです。だから私はいつもネスレかダサニを指定して頼んでました。メモしました。水は有料、バラカは避ける。さて、メイン料理の話に戻りましょう。定番はコフタという牛と羊のハンバーグ串焼きです。羊の脂が炭火でいぶされて香りが最高なんですが、ここでもう一つ覚悟が必要です。また覚悟。今度は何ですか？エジプトの肉料理は基本的にベリーウェルダンです。焼きすぎ問題ですね。そう、宗教上の理由や衛生面もあって、とにかくしっかり火を通すんです。だからステーキとか塊肉だと結構顎が疲れます。顎の筋トレですね。実は私、高級店で鴨ご飯、詰め物をした焼き鴨を頼んだんです。台湾のローストダックを想像して、これは絶対美味しいって自信満々で注文したんですよ。それは期待しちゃいますね。皮パリパリ、中しっとり。ところが出てきたのは干物みたいにカッチカチの鴨肉で、自信満々で注文した手前、なんとか完食したかったんですが、歯が折れそうで半分以上残してしまいました。勢いよく頼んじゃった手前。残すのは気まずいですよね。そうなんです。
ウェイターさんにもソーリーって謝りましたよ。やっぱり煮込み料理が安心ですね。あとね、ご飯物で衝撃的なやつに出会ったんですよ。コシャリっていう国民食なんですけど、コシャリ。何が入ってるんですか？お米とマカロニと短く切ったそうめんみたいな麺が全部ミックスされたご飯です。お米とパスタとそうめん。全部炭水化物じゃないですか？そう、炭水化物のトリプルコンボ。さすがに関西人のさゆみさんでも驚くでしょ？はい。お好み焼き定食を超える炭水化物祭りですね。これでもトマトソースと揚げ玉ねぎをかけるとこれが意外と癖になるんです。さて、ここからはさゆみさんが大好きなフルーツの話です。エジプトは砂漠気候なのでフルーツの糖度が半端ないんですよ。きたー、フルーツ。暑い国のフルーツは美味しいって決まってます。まずトマトとイチゴ、どちらもフルーツとして食べるくらい甘いんです。そして極みつけはマンゴーです。マンゴー。高級フルーツじゃないですか。ただね、見た目は緑だったりゴツゴツしてて正直美味しそうに見えないんです。でも一口食べたらその濃厚さといったならいですよ。濃厚さといったならいい。言葉にできないくらい美味しかったんですね。はい。過酷な砂漠気候だからこそ作れるまさにエジプトならではの純厚な味わいでした。絶対食べます。見た目に騙されちゃダメですね。そう。そしてデザート。定番のライスプディング以外にもすごいのがありまして、オムアリというパイ生地をミルクで煮込んだ熱々のプディングやクナーファという麺状の生地にシロップをかけたお菓子。麺にシロップ？脳がバグりそうですけど、甘党にはたまらない響き。もうね、脳天を突き抜ける甘さですよ。疲れた体に染みます。ただ、中華料理だけは、今回食べたお店は、見た目は中華なのに、味付けが謎のスパイスで脳が混乱しました。だからもう、日本の醤油味が恋しくてしょうがなかったですよ。わかります。旅行中って無性に慣れた味が食べたくなりますもんね。そう。だから自分の好きなカップ麺とスナックは必須です。ただし、豚肉成分が入ってないものを。ハラルなので、現地の人とシェアするときに失礼になりますから。あ、そうか。それは大切なマナーですね。シェアといえば、エジプトで最も強い通貨である日本の多色ボールペン。ボールペンがチップ代わりになる連接。はい。お金よりこの高品質なペンの方が感謝されます。あと、値段交渉に疲れたらマクドナルドへ。味のブレのないビッグマックは安心感があります。やっぱり疲れた時は、安くて味が安定してるマックに限るですよ。ご当地マック、食べてみたい。さて、最後は飲み物とショッピングの鉄板ルートを共有しますね。鉄板ルートお願いします。まず、コーヒー好きならエジプトのスターバックスは外せません。世界最安レベルで飲めますから。おー、スタバが安いのは嬉しい。限定マグカップとかありますか？それが残念ながらシティマグはないんです。でも、もっと美味しい現地のコーヒーショップがあります。サーティーノースというお店です。ここはコーヒーのクオリティが高くて本当におすすめです。サーティーノース。おしゃれな名前ですね。チェックします。そして、お土産を買うならハリーリ市場に行くと思うんですが、まずは市場の中にあるエル・フィシワビーカフェを目指してください。200年以上続く老舗です。200年。歴史を感じながらお茶したいですね。そこでお茶をして一息ついたらすぐ近くにあるジョルディという雑貨屋を目指してください。ジョルディ。さっき言ってた定価のお店ですね。そうです。ハリーリ市場はぼったくりの巣窟ですが、ジョルディだけは天国のような定価ショップです。ここで全部揃います。完璧なルートですね。スタバ、サーティーノース、老舗カフェからのジョルディ。さて、盛りだくさんでしたが、今日の旅に役立つ日本語復習のコーナーです。はい。今回は私が進行しますね。賀来さん、準備はいいですか？お、さゆみ先生の登場ですね。お願いします。まずは単語からいきましょう。物々交換。これはどういう意味でしたっけ？物々交換。お金を使わずに物と物を交換することですね。ボールペンが大活躍でした。正解です。次は、安堵。安堵。安心すること。定価のお店を見つけた時のホッとした気持ちです。大事ですね。最後は私の好きな別腹。別腹。お腹いっぱいでもデザートは食べられるという不思議な現象です。完璧です。じゃあ次は文法いってみましょう。まずは手前。手前、という立場や状況があるからという意味です。注文した手前残せなかったみたいに使います。なるほど。じゃあ次は感情爆発のしょうがない。
てしょうがない。とてもだ、我慢できないという意味ですね。醤油味が恋しくてしょうがない最後は強いおすすめのに限る。に限る。ことが一番いいと断定するときに使います。疲れたときはマックに限るですね。その通り。エジプト旅行にはボールペンに限るも覚えておきます。素晴らしいまとめでした。さて、次回はさらにディープなショッピングの極意や観光スポット、そしてホテル事情についてお話しします。香水瓶とか気になります。そのあたりもバッチリ解説しますよ。それでは今回もお会いしましょう。はい、また次回お会いしましょう。